これでデビュー前でしょ。やばくない？なにわ男子。すごいね。才能の塊グループですね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、なにわ男子夢私ファーストアリーナツアー2021、こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、デビュー前のなにわ男子の歌声、そしていただいたリクエストでも上位にランクインした夢私の歌声分析でございます。現在のなにわ男子の歌声、そしてデビュー前のなにわ男子の歌声、ここの歌声の進化についても少しだけ触れているので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速、なにわ男子夢私歌声分析 GO！いい声。めちゃくちゃいい声ですね。少年のような可愛らしい歌声ですよね。5年前の動画っていうことで若干地の声が若々しいっていうのもあるのかな。でこの西畑くんの声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴っていうところの音色が中心になってます。声の出し方的にはですね、鼻声の音色を歌声に乗せる、こんな感じですね。もう一回聞いてみましょう。涙と喜びも、こんな感じかな、僕がやると。鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールをメインで行うポイントなんですよ。なので鼻声の音色を強調させることによって声の雰囲気がですね、可愛らしくなってくるんですよね。その雰囲気がよく出ている歌声かなって思います。安定感も素晴らしいですよね。音域がぐっと下がったと思うんですけど、そこでも先ほど言った鼻の鼻腔共鳴の音色成分の割合が変わってないんですよね。一般的に音域が下がるとですね、鼻の鼻腔共鳴の音色って少なくなりやすいんですよ。なのでこの年代からしっかりとボイストレーニングを行っている証拠かなっていうふうに思います。あとですね、低音になった時にすごく分かりやすいと思うんですけど、歌声に息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうこのテクニックも使ってますね。もう一回聞いてみましょう。小さな一歩を、こんな感じかな。この息の音がですね、幻想的な雰囲気を表現していて、ものすごく癒されますね。いいですね。ハーモニーが入ってきましたね。高橋くんのメインメロディーに対して下の音域でハモる下ハモリって言われるハモリがですね、入っているポイントですね。で、高橋くんの歌声なんですけど、口の中の口腔共鳴っていうところが中心の歌声になってます。主に言葉の輪郭をコントロールしたり、あとは口の大きさによっては声量のブースト、こういうことが行えるポイントです。で、声の雰囲気的にはですね、普段の話し声に近いような音色になるんですよね。すごく親近感が湧きやすい歌声になるっていうか、もう一回聞いてみましょう。いい声。見上げて。こんな感じの音色だと思うんですよね。口腔共鳴を中心にすることによって声も個性的な雰囲気になりますよね。すごく好きな声です。今の藤原くんの声すごいですね。藤原くんもここではウィスパーボイスを使ってるんですけど、声の実音よりも息の音の方が大きいっていう感じの歌声になってます。声の雰囲気的にはですね、一歩こう後ろに下がったような雰囲気がするんですけど、ただそれが逆に幻想的な雰囲気を表現しているというか、で声の音色的にはですね、鼻の鼻腔共鳴が中心なんですよね。もう一回聞いてみましょう。すごくいい声ですね。次の1ページへ行こう。
こんな感じかな。もっと息の量が多い感じがしますけど、で、ここまで幻想的で柔らかい歌声にもかかわらず、言葉一つ一つをですね、ものすごくはっきりと歌ってるんですよね。子音の発音の仕方を意識したり、あとは軽くなんですけど、全体的に音を切るテクニック、スタッカート、これも使ってます。このワンフレーズの中にいくつものテクニックが詰め込まれているんですよね。可愛いけどかっこいい。で、今の大西くんの声なんですけど、最近の歌声とは声の出し方がかなり違うなっていうふうに思います。僕が今まで歌声分析をしてきた大西くんの歌声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴、こちらが中心だったんですよね。ほぼ鼻腔共鳴で作られた音色を歌声に乗せてるって言ってもいいぐらい。ただここの大西くんはですね、口の中の口腔共鳴の音色が強いんですよね。そこに少しだけ鼻腔共鳴の音色を足しているような、それが先ほど言った可愛い声なんだけどかっこよさもあるっていうところにつながってると思います。もう一回聞いてみましょう。声がく願いどこまでも、こんな感じかな、僕がやると。多分現在の大西くんだと、声がく願いどこまでも、こういう感じになると思うんですよ。いやー、やっぱり時代によって歌声が違うっていうか、この5年の間で大西くんの努力がですね、歌声の変化につながってるんだと思います。素晴らしいですね。ここは道枝くんから長尾くんなんですね。2人とも似た声の出し方をここでは使ってるかなっていうふうに思います。口腔共鳴と鼻腔共鳴の音色を同じぐらいの割合で歌声に乗せているような、そういった発声法かなっていうふうに思います。ただ前半の道枝くんはですね、スタッカートを強調したような歌声になってますよね。で、長尾くんの方はスタッカートは使わずに全体的に滑らかに歌うレガートっていうテクニックを使ってます。もう一回聞いてみましょう。ね、必ずっていう風に歌ってますよね、道枝くん。道枝くんがこういう風に音を切って歌うからこそ、その後の長尾くんのレガートで滑らかに歌うフレーズがですね、きらびやかに聞こえてくるんですよね。ここでなにわ男子の最強のチームワークが表現されてますね。ここで大橋くんの安定したロングトーン。この時代から歌の安定感は健在なんですね。で、やっぱり大橋くんの歌声ってすごく音色が明るいですよね。これおそらくなんですけど、口角をですね、こう上げて歌うように意識してるんじゃないかなっていうふうに思います。口角を上げて喋るだけでも声質明るくなるじゃないですか。これ歌声にもそのまま適用されるんですよね。明るい表情を作って歌うことによって声質が明るくなりますし、無表情で歌うと暗い声質になる。そういう風に場面場面によって歌声に乗せる喜怒哀楽の感情、そこまで意識して大橋くんは歌ってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。果てしない空、こんな感じですよね。声質が明るく、そして音色成分としてはですね、鼻腔、口腔、そして今回の動画初めて説明するんですけど、胸腔共鳴。この3つの音色の響きをですね、まんべんなく使っているような感じの歌声です。胸腔共鳴っていうのは声の太さだったり、声のパワーをコントロールするポイントです。なので大橋くんの歌声はですね、鼻腔で声にツヤツヤキラキラした雰囲気を乗せ、口を大きく開けることによって言葉をはっきりとメッセージとして伝え、で胸腔共鳴を使うことによって歌声にパワーを乗せてナニファムの皆様に届ける、こんな感じの発声法になってます。素晴らしいですよね。うわ
めちゃくちゃ染みますね。感動しちゃう。そしてこのハーモニーも素晴らしいじゃないですか。自分たちでハモってんのかなこれ。もう一回聞いてみましょう。この You ってところと思いつなぐ You with you のところで上ハモリが入ってます。上ハモリっていうのはメインメロディーに対して上の音域でハモることを上ハモリって言います。上ハモリの方がですね、美しいハーモニーっていう雰囲気が出てきますね。だから楽曲の雰囲気とここでの上ハモリぴったりだと思います。この一体感やっぱりすごいですよね。そしてここでハモリのパターンがですね、下ハモリに変わってるんですよね。下ハモリになると今度美しさも表現されるんですけど、それ以上にですね、ハーモニーのパワー感、これが表現されます。歌声の勢いが増すっていうかね。もう一回聞いてみましょう。メインメロディーと下ハモリだけかなと思ったんですけど、オクターブって言われるドレミファソラシドの上のドと下のドのこの音関係、これオクターブって言います。メインメロディーが高い音域でいて、それと同じメロディーをですね、1オクターブ下のところでも歌ってる状態なんですね。だからものすごく幅広い音域を使った歌声表現になっていて、だからこのぐっと広がるような雰囲気を感じることができていたんですね。ボーカルアレンジもすごいですよね、なにわ男子。かっこいいね。二回し目はこういう風にメロディーが変わるんですね。同じメロディーを2回繰り返すのかなっていう風に思って聞いていたら、予想外のメロディーが来てね、びっくりしたんですけど、このメロディーもかっこいいですね。道枝くんの裏声が美しいですね。で、ロングトーンのところ、ビブラートもせずに、まっすぐ伸ばしてるじゃないですか。これ、歌の基礎力が高くないとできないんですよ。声が意識しないところで揺れちゃったり、途中で息が持たなくなって苦しくなっちゃったりするんですよね。で、歌の基礎って何かっていうと、腹式呼吸っていう呼吸法と、あとは腹筋と背筋の使い方。主に体の使い方ですね。この辺のレベルの高さをですね、感じさせてくれる歌声でした。もう一回聞いてみましょう。すごいね。美しい音色でこの安定感、めちゃくちゃ癒されるロングトーンかなっていうふうに思います。やっぱり相変わらず藤原くんと大橋くんの歌声の声の混ざり感がですね、素晴らしすぎますよね。一人で歌ってるようにしか聞こえない、これは。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくないですかこれ。二人で歌っていて、ここまで声が混ざり合ってる歌声って僕は大橋藤原ペア以外で聞いたことがないかもしれない。それぐらいの一体感だと思います。で、これを一人の歌声だというふうに仮定して声の音色バランスを探ると、鼻の鼻腔共鳴の音色が一番強いんですよね。おそらく大橋くんも藤原くんも2人で歌うときは鼻腔の音色を強調させるっていう意識のもと歌ってるんじゃないかなっていうふうに推測します。これはあくまで推測ですけどね。ただなにわ男子のチームワークを考えるとこのぐらいやってそうな感じがしますよね。あれみんな一体感すごいぞ。今の西畑くんと長尾くんの歌声も目つぶって聞くと一人にしか聞こえないですよね。いや、すごいな。これ絶対に声質合わせしてますよね。ここまで徹底して一体感を出すボーイズグループってなかなかいないですよ。もう一回聞いてみましょう。もうね、嬉しくなっちゃいますね、この歌声を聞くと。
で、2人もですね、鼻腔中心なんですけど、ちょっとだけ口腔共鳴の音色を使っているような、そんな雰囲気の歌声です。道枝くんと高橋くんの声もそうですよね。で、2人はですね、口腔共鳴を中心にしてるような感じがしますね。だから言葉のアタック感がすごく強いですよね。で、少しだけ鼻腔共鳴でうっすらと声に艶を乗せるみたいな。もう一回聞いてみましょう。裏声も綺麗だしね。いやー、ほんと素晴らしいです。今の大西くんの歌声は最近公開している楽曲の大西くんの歌声と同じ声の出し方ですよね。鼻腔共鳴中心の歌声。この時代は中音域は口腔共鳴メインで使って高音域は鼻腔共鳴中心みたいな感じで声の音色の使い分けをしていた時代なのかもしれないですね。もう一回聞いてみましょう。めくにゆくみたいな、こんな感じの音色ですよね。今ね、もう鼻 100% ぐらい声を鼻に集めて歌ってみました。もうちょっと鼻声の音色を出した方が大西くんの歌声に近づいたとは思うんですけど、近からずとも遠からずって感じの声だったかな今。すごい可愛い声ですよね。お、階段から降りましたよ。なんか僕の勝手な想像ですけど、ここで静かなサビが来て、で今階段から降りたじゃないですか。この後転調した大サビが来るんじゃないかなっていう風にね思うんですよ。今までのなにわ男子の楽曲を聴いて最後の大サビは転調することが多かったので、そういう展開待ってるんじゃないかなってね、あくまで推測ですけどね。キラキラし始めましたよ。そろそろ来るかな。これで転調しなかったらちょっと恥ずかしいですけどね。来なかったですね。ごめんなさい。何ファムの皆さん、今の僕の考察を聞いて来ねえよとか思ってましたか？もしかして。この時代はまだ転調を使ってないんですね。あまり。そういうことか。ただね、曲がものすごく綺麗だから、転調しなくてもすごく感動しちゃいますよね。で、サビのメインメロディーを歌っている上でフェイクを歌っているメンバーがいるっていうアレンジは、この時代も現在も変わらずっていう感じなんですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。やっぱりメインメロディーがある上でフェイクが入ってくると楽曲の雰囲気としてはものすごく盛り上がりますよね。めちゃくちゃかっこいい。かっこいい。ここでハモリですよ。やばいね、ボーカルアレンジ。前半はメインメロディーの魅力とフェイクの魅力のこの2つの魅力がこうバトルしてるような感じで、今聞いたところは全体の歌声が一つにまとまってハーモニーとして魅力を伝えるみたいな、この流れ鳥肌ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいな。ごめんなさい、何回も言っちゃって。声のパワー感も先ほど聞いたサビよりもアップしてるじゃないですか。で、ここでも先ほどと同じように下ハモリプラスオクターブ下のメインメロディーみたいな幅広い音域を使った歌声表現になってるんですよね。だからこそ感じるこのスケールの大きさ、やばいですね。ごめんなさい。ちょっと止めるの早かったかもしれない。道枝くんのこのロングトーンもやばいですね。やっぱり先ほど言った基礎力のレベルの高さ。ここがですね、こういったところに生きてきますよね。ここまで長いロングトーンのフレーズをですね、音もぶれない。苦しそうな雰囲気も出ない。同じ音量をですね、一
定でこうピーッと糸のように伸ばしてる美しいロングトーン。いや、相当基礎力鍛えてますね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。さっき相当鍛えてるっていう風な言い方をしたんですけど、歌の基礎ってマラソンみたいなもので、日々努力をしないとレベルって上がっていかないんですよね。で、時々休んでしまったりすると、一気に調子を崩したりします。だから毎日続けないと基礎力って上がっていかないんですよ。なので毎日決まった時間練習してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕の場合、1日トレーニングができなかっただけで、その調子を取り戻すのに3日ぐらいかかります。こういうふうに実例を出すとピンとくるかな、今のお話。いや、なにわ男子は努力家集団ですよね。柔らかい。あ、そういう展開。おーおーって一瞬今流れて止めましたけど、ものすごい熱いコーラスでしたよね。てか、なにわ男子、コーラスワークもすごいですね。先日コメントで、なにわ男子はコーラスも素晴らしいのでっていうコメントをですね、いただいたんですけど、それをまさに今回、夢私で知ることができました。嬉しいです。ありがとうございます。教えていただいて。すごいね。なんかクリスマスみたいですね。すごく神秘的な雰囲気を感じることのできる歌声だし、衣装も白と赤、まあ緑はないですけど、この雰囲気がですね、すごくクリスマスっぽい雰囲気をね、感じることができるというか。うーん。いやー、高橋くんと藤原くんがワンフレーズずつ歌ってくっていうポイント。こういう感じの展開になっていくのかな。メンバー一人一人がワンフレーズずつ歌っていくみたいな。次は誰だ？やばい、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。すんごい声来たよ、大橋くんの。ロングトーンからの音が上がるっていうね。ちょっとここだけピックアップして聞きたいから、今止めちゃったんですけど、すごいね。本当にすごい。ロングトーン手前から聞いてみましょうか。やべえ。やべえですね。ロングトーンで終わるかと思ったら、その後もまだフレーズ続いてますもんね。まあ一回ね、ブレスは入りましたけど、いやー、化け物ですね。この高いところはですね、ミックスボイスっていう声になってます。で、今すごくわかりやすい声の切り替え方をしていたんですけど、ずーっと進もう、ここまでは地声。で、おーっていう風に上がったところでミックスボイスに変えていたんですよね。で、ミックスボイスの出し方としてはですね、鼻に入れる声の量を増やします。ただこの時に鼻声の音色を混ぜてしまうとミックスボイスに切り替わりにくくなる、あるいは切り替わらないので、本当に鼻に入れる声の量を増やす。すごく言葉で説明するには難しいんですけど、こう鼻で息をふんふんっていう風に息をこう飛ばすみたいなイメージかな。そうすると、あーみたいな、こういった感じの声になります。もう一回聞いてみましょう。このイエーイイエーまでがすごいですよね。高いところもすごいんだけど、その後も歌えるんだっていうね。いやー恐ろしい。このまま終わっていくのかな？それともまだびっくりポイントがあるのでしょうか？あ、いいね。あ、大西くんがメインメロディー歌って、ハイトーンで大橋くんが歌って、で、今のところでこう、エンディングに向かっていくみたいな流れか。これでデビュー前でしょ？やばくない？なにわ男子。すごいね。才能の塊グループですね。
やばくない？今の藤原くんの声。女性の声みたいですね。こんな感じ？いや、すごい難しい。この声もですね、鼻腔共鳴なんですよね。やっぱりね、藤原くん鼻腔共鳴の使い方がめちゃくちゃうまいですよね。鼻の中のコントロール力でいろんな声を表現する。それが藤原くんなのではないでしょうか。今回は女性みたいな美しい歌声でした。もうびっくりですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、すごい。すごい声だ。僕も藤原くんみたいな綺麗な裏声練習しようかなっていう風にね、憧れちゃうぐらいいい声です。すごい拍手。すごい人。いやー、最高すぎましたね。以上、なにわ男子夢私歌声分析はここで終了です。いやー、5年前にしてこの実力やばすぎますね。しかもデビュー前でしょ、この映像は。デビュー前にしてすでにプロあるいはプロ以上の実力を兼ね備えているなにわ男子、恐ろしすぎますね。そしてデビュー前の段階と現在のなにわ男子の歌声の進化した歌声もですね感じることができましたし、今回夢は私を歌声分析できてよかったなっていうふうに思っております。7月はなにわ男子歌声分析強化月間でございます。次は何の楽曲の歌声分析動画が公開されるか楽しみにしていただけたらなというふうに思います。なにわ男子これからも全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。